第1回勉強会のお題は虫垂炎です。虫垂炎を医療者なら誰もが見たことがあると思います。でも画像を見て虫垂炎だって終わっていませんか？何事も正常を知らないと異常に気づけません。まずは正常な虫垂を見てみましょう。正常な虫垂は直径6ミリ以下、長さ2から20センチ、平均8センチとされ、個人差が結構あります。左の画像では虫垂は小腸と間違いそうなぐらい太いです。右の画像のように心下部近くまで伸びている虫垂もあります。稀ですが、虫垂が重複していることもあります。次に、虫垂の見つけ方について説明します。虫垂は多くは右下腹部にあります。開門部はこれで開腸末端が見えます。開腸末端より下を見てみると虫垂が出てきます。虫垂はモリソン下まで続いています。虫垂を見つけるのが困難な時は直腸から腸を追跡してみましょう。直腸から S 状結腸、下行結腸と追っていきます。下行結腸と上行結腸は通常両端にあります。合行結腸、上行結腸、開門部、開腸末端と追っていくと、虫垂を認めます。もう一つ症例を見てみましょう。この人は超回転異常症の方で、開門部は通常の位置にありません。では先ほどと同じように腸を追跡していきます。これが S 状結腸。この人は腸が後腹膜に固定されておらず、上管の走行は変則的ですね。降りていくと、ここに開腸が入ります。で、これは開腸末端で、さらに下に行くと、ボタンで終わる関空構造を認めます。これが虫垂です。虫垂を見つけられるようになりましたね。次は虫垂炎の分類について説明します。炎症の程度によって虫垂は3つに分類されます。カタル性虫垂炎では炎症は粘膜に限局します。虫垂は主題し、壁はやや飛行しています。炎症が壁全体に及ぶと放火式炎性と呼ばれます。壊死を伴うとエソ性になります。この画像では虫垂は主題し、造影増強効果は見られません。先行すると先行性虫垂炎と呼ばれることもあります。組織学的な分類なので、明らかな場合を除き画像のみでの分類は難しいです。次はお待ちかねの虫垂炎の所見を見ていきましょう。では右下腹部を見てみると、これが開門部で、これが開腸末端です。で、さらに下を覆っていくと、ここから虫垂が出てきます。この虫垂は主題し、壁は飛行しています。環状段でも見てみましょう。ここは開門部で、ここに開腸が入ります。で、その下から虫垂が出てきます。虫垂の壁は造影効果が弱い部分は見られますが、明らかな欠損はなさそうです。
もう一つ症例を見てみましょう。これが海腸で、虫垂がこれです。虫垂は主題し、壁移行を認めます。虫垂周囲に脂肪式濃度上昇が見られます。環状段で見てみると、これが海腸。虫垂がこれです。この症例も同じ手順で見ていきます。開毛部はこれで、海腸はここで入っていきます。で、さらに下を行くと、虫垂を認めます。虫垂内に噴石を認めます。虫垂の主題はあまり目立ちません。虫垂周囲にフリーエアーや液体貯留が見られます。液体周囲の壁は高吸収を呈しており、農用が疑われます。結腸を直腸から追ってみましょう。直腸で、S 状結腸。下行結腸。横行結腸。拡張した腸管は小腸で、2房が見られます。麻痺性イレウスを呈していると考えられます。環状段も見てみましょう。虫垂がこれです。虫垂が虚脱しているのはもう先行して内容物が燃えているからと考えられます。腸間膜のリンパ節が反応性に主題しています。最後にご自身で所見を考えてみましょう。しばらく無言になります。いかがでしたか？腸を直腸から追跡してみましょう。直腸から S 状結腸。下行結腸。横行結腸。上行結腸。海腸がここに入ります。虫垂根部に噴石があります。虫垂の毛端が見えます。虫垂は途中で追えなくなり、液貯留が見られます。炎症波及により小腸の壁は飛行しています。壁飛行により通過障害をきたし、糞便用の内容物が見られます。いわゆるスモールボエルフィーシーズサインです。小腸が拡張し、液貯留が見られます。先ほどの腸管狭窄による通過障害と麻痺性イレウスの所見と考えます。この症例は明らかに虫垂は先行しているので、エソ性虫垂炎です。先行性虫垂炎、複雑性虫垂炎とも言います。次の症例です。しばらく無言です。虫垂根部に脂肪式濃度の上昇があり、虫垂先端から根部にかけて噴石を多数認めます。
この時点では先行していなさそうですが、搬送中にパンと弾ける感覚があったそうで、手術所見によると注水は先行していました。今日の勉強会は終わりです。症例を見たい方は概要欄のリンクからどうぞ。また会いましょう。